それでは講義に移ります。ガーネット・クロウの研究第10回解散理由の分析です。この講義はガーネット・クロウの研究第6回解散宣言とその影響の事実上の続編にあたりますので、まだそちらの方をご覧になってないという方はそちらの方をご覧になってからこの講義をご覧になってください。よろしくお願いいたします。それで前回の講義を行ったのが約2年前になるんですが、それから、ある程度変化が起きました。一番大きな変化というのがこのテルミナスのライブのブルーレイディスク、これが発売になったということですね。すなわち解散宣言の瞬間がこの特典映像で見られるようになったということです。そこのところもね、補足しておきたいというふうに思います。研究手法としてはちょっとこちらの方に書いてあるんですけれども、公式の資料であるとかメンバーの発言、これらをまず一旦すべて信じます。そして実際に起きた出来事と組み合わせてみて分析を行うと。で、もしそこに矛盾が発生しているんであれば、そこで改めて考えると。そういう手法を取りたいというふうに思います。見ている方のご批判としては、メンバーのインタビューとか公式の資料、そういったものって話をもったりしてるんじゃないの、嘘ついてるんじゃないのという批判も当然あるとは思うんですが、今回この解散についての情報というのはそこまで多くないので、それ自体を否定してしまうと全く何に基づいて研究していいかわからないということになってしまいますので、まずは一旦信じるという方向性を取ります。逆に無責任な情報については取り扱いません。噂やゴシップ、そういったものですね。そういったものをね、いろいろ考えて楽しむというのも楽しみ方の一つではあるんですが、それをやってしまうと研究ではなくなってしまいますので、まずは一旦公式な情報とか実際に起きた出来事、そういうものによって研究を進めていきたいと思います。で、使う資料としてどういうものがあるかというと、こちらの方にある程度挙げてあります。2012年9月に、発表されたノスタルジアの発売に関するインタビューです。これ今でも読むことができますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておきたいと思います。そして、ファイナルライブの直前に発刊されたファンクラブ開放42号ですね。そして、こちらにも書いてありますが、解散ライブ、ファイナルライブのパンフレット、そして解散となってからもある程度実はファンクラブの開放というのが出てまして、9月の18日に出された開放の43号、そして、開放の44号が年明けてから出てまして、これが最後の開放というふうになってます。で、特に大事だなと思われるのはこの赤で線を引っ張ってある部分、今回研究で特によく使う部分です。で、自分でも、ガーネット・クロウの解散についていろいろ調べてみたいなという方は、まずこのね、ファイナルライブのパンフレット、まずこれを入手、してください。こちらですね。公式での発売というのはもう終了してしまってるんですが、中古市場ですね、ネットオークションなんか、そういったところではまだ入手がしやすい方だと思います。次に、大事だなと思うのが、この最後の解放ですね。ボリューム44、こちら最後の解放。解散についての最後のメンバーのコメントが載っていますので、これがその次ぐらいに大事な資料になってくるかなというふうに思います。で、ざーっと内容だけ話をしておくと、このノスタルジアのインタビューにおいては、メンバーが活動の継続の意欲をまだ見せています。そして、この2013年5月のファンクラブ開放では、テルミナスライブ、いわゆる解散宣言をしたライブのライブレポートと、そして解散についての一言コメント、メンバーの一言コメントが載っています。そしてこのファイナルライブのパンフレットについては、解散について非常に細かいインタビューが、メンバーについてのインタビューが載っています。で、この9月の18日のファンクラブ開放については、ファイナルライブを終えた後のメンバーの夏の過ごし方みたいなものが書いてあって、この2014年年明けてからの最後の開放では、ファンに向けた最後のコメントが載っているという状況です。主にこれらに基づいて、分析を行うと次のような結果になります。2枚目に移ります。
解散理由を分析してわかることは大まかに分けて3つあります。先に結論だけ話しておきますね。解散理由があるのは中村ゆりさんだけなんですよ。で、この時期中村ゆりさんの発言のキーワードとなってくるのが、惰性とか達成感とか充実感、充足感、満足感、そういった言葉がキーワードになってきます。で、これが当然、解散宣言の中にあった全てのことを出し切りましたと、この発言につながってくるということです。で、他の3人には実は解散する理由というのが見当たりません。そして解散をするにあたってどうしようかという話し合いが持たれた形跡もありません。後に詳しくこれも話をしていきます。次に、中村ゆりさんが解散する理由というのは中村ゆりさんの心境の変化であったわけなんですが、それが発生したのがこの時期ですね。9月の末から10月下旬ということがわかります。この頃に中村ゆりさんに心境の変化があって解散につながっていったということが言えます。ファンの中の人によっては、いや、もうちょっと前に中村ゆりさんの様子おかしかったよ、メンバーの様子おかしかったよ、解散決まってたんじゃないのと思う人も発言される方もいらっしゃるんですが、これより前に少なくとも、方針として解散が決定していたというのはちょっと考えづらいです。それは次の3番の理由とも関係してくるんですけれども、何らかの解散ライブを急ぐ理由があったものというふうに思われます。第6回の研究の時にもお話ししましたけれども、ガーネット・クローの解散ライブというのはライブの公演数も会場の規模も非常に小さすぎます。それまでガーネット・クロー、ショートツアーもありましたけれども、会場数としては6会場7会場ぐらいで、北は北海道から南は九州までという規模で行ったライブツアーもありましたので、やろうと思えばそれくらいの規模で行えたはずなんです。例えば東京では東京武道館であるとか大阪城ホール、最後のライブに向けてはそれぐらいの規模を要しても全く問題がなかったはずです。音楽ビジネスという面から見ても解散というのは最後の大舞台なわけですから、解散に向けていろいろなグッズを準備したりであるとか宣伝告知をしたりであるとかっていうことをやれば、非常に大掛かりな大規模な形で解散ライブ、解散を演出することできたと思うんですが、実際それができていないんです。仮に解散が急に決まったとして、それから会場を取るということになった場合、近い日程で会場が取れなければ、日程を先延ばしにしてちょっと大きな会場を取るということも理屈から言えば可能だったはずなんですが、それができていません。なおかつ、解散がもっと前に決まっていたんだったら、この6月のタイミングであってもある程度大きな会場が用意できていたはずです。それができてないということは、解散が急に決まって、なおかつ、解散ライブを急がなければいけないという、この2つの理由がないと、こういう歴史的な展開にはなっていないと思います。ただ、解散ライブを急ぐ理由、6月9日で解散ライブを行ってしまわなければならなかった理由というのは、ちょっと今のところ見当たりません。不明と言わざるを得ないです。それではまずちょっと1番のところからもう一度詳しく説明していきたいというふうに思うんですけれども、でまずこの時ですね、ノスタルジア発売前のインタビューの時、この時には中村ゆりさんと岡本仁さんがインタビューに答えてるんですけれども、活動を続けていく上での原動力についてのインタビューに答えています。で、その中で中村ゆりさんは自分が飽きないことですね、新鮮な曲を作ることであると。そして、まだまだ面白いと思えたり、今度はどんな曲を作りたい、こんな曲を作りたい、こうしてみたいと思うことが大事であると。そういう話をしています。で、惰性で作っていないということを言ってるんですね、この時は。そして、解散の危機や深刻なピンチに見舞われたこともないですねっていうふうに断言をしてるんですね。で、岡本さんもそうですね、自分たちよりも環境の影響の方が気になりますねというふうに答えています。で、ここのところで惰性という言葉が出てきているのかをどう見るかです。後々惰性とか満足感、充足感という言葉は、解散についての発言のキーワードになってくるところです。なので、
中村さん内心は解散考えてたんじゃないのと思うのも楽しみの一つではあるとは思うんですが、ひとまず今回はこれ信じます。開放42ですね。これはテルミナスライブを終えて解散ライブまでの間に発行された開放ですけれども、この中で中村ゆりさんは今は達成感で感慨深い思いでいっぱいです。やっぱりね、達成感というものがキーワードになっているわけです。それではどのあたりで意識の変化があったのかということについてなんですが、それについてはこのやっぱりね、解散、ライブのパンフレットを読むしかないわけです。でこの中で中村ゆりさんはインタビュアーの方の解散が発表されましたが、自身の言葉で今の思いを教えてくださいという質問に対して、今は充実感と達成感でいっぱいですという発言があって、ガーネット・クローをやり始めてから音楽制作はずっと新鮮だったし、次はこうしよう、次はああしようという貪欲さが生まれる状態でずっとやってきたんですが、アルバムテルミナスを作っているあたりから満足感が勝っている自分に気づいたんですね。今までなら曲を作る時も歌に対しても欲が湧いてきたのに、そういうものが出てこない。それでこれは引き時だな、その時が来たんだなと思ったんですというふうに答えています。そしてもう少し離れたところでのインタビューで、私にとっての音楽制作はそういうものではなくて、無理をしなくても常に新鮮なもので新たな発見があって、自然とこうしたいという貪欲な気持ちが溢れてくるものだから10年以上も続けられたと思うんです。でも満足感や達成感で満たされてしまうと、そこからは惰性になってしまう。無理をして作品を作ることは絶対に嫌だったんですねというふうに答えています。なので解散宣言の中に出てくるガーネット・クローとして全てのことを出し切りましたという発言につながってくるわけです。で、他のメンバーがどういうふうに解散について言っているかというと、例えばあずき奈々さんはヘトヘト感はないですというふうに答えていたりとか、発表した後の方がやりきった実感が出てきましたとか、質問として歌詞を書くことはまだまだやれますかという質問に対してやれますよというふうに答えていて、書くことに関しては無理やり絞り出しているということは全くないですねというふうに答えています。で、岡本仁さんはどう答えているかというと、質問として今回解散が決まった時はどう思いましたかという質問に対して、最初はって感じで衝撃でしたというふうに答えているんですね。ということは、解散をするかしないかという判断の中に岡本さんは加わってないということなんですよ。この書き方で言えば、自分とは違うところで解散が決定して、それを知らされたという内容に読み取れます。で、リーダーの古井さんはどう答えているかというと、ガーネット・クローとしての誇りみたいなものもあったので、解散に関しては寂しさや残念な気持ちはありましたというふうに答えています。なので、先ほどのまとめのところに書きましたように、解散理由らしい解散理由があるのは中村ゆりさんだけなんです。で、キーワードとなってくるのが惰性とか達成感、満足感という言葉がやっぱりこのインタビューの中でどんどん出てきているので、解散宣言の中にありますように、全てのことを出し切りましたというその発言に集約されてくるわけですね。さっきもお話ししたように、他の3人には解散する理由はありません。何か解散しようかどうしようかというような話し合いが4人で持たれたという形跡すらありません。ここから読み取れることは、中村ゆりさんが解散を決定して、それが他の3人に伝えられたという流れで、解散は進んでいったというふうに読み取れます。で、これでわかるのはとにもかくにも、楽曲としては、ガーネット・クローの楽曲としては4人が中心となって作っているわけなんですが、組織体、プロジェクトとしてはやはり中村ゆりさんをコアとした楽曲制作のプロジェクトシステムがガーネット・クローであったというふうに言うことが言えると思います。そして一番最後の解散ライブが終わって、1月に発刊された解放。事実上おそらく12月中にメンバーがコメント書いてると思うんですけれども、中村ゆりさんについては
音楽制作を一生懸命やっていたことには感じられなかった季節の移ろいを感じる生活をしていますという内容のエッセイを書いて、それで結びにしています。で、岡本さんもおおよそ同じような感じですね。鍋の美味しい季節になりましたねというような文章で、終えていて、非常にかけがえのない時間を過ごすことができましたという内容を書いています。古井さんについてはまだまだいろいろやりたいことがたくさんあるというふうなことも書いていて、個人の作品もどこかでやりたいということも書いていて、今後のね音楽制作のことについて発言をされています。あずきななさんなんですが、このね、最後の解放のあずきななさんの文章、これすごく重要だと思ってまして、あずきななさんという人は基本的にインタビューやエッセイというのはラフな文体で書く人なんです。自分の思ったままをそのままあまり飾らずに書くと、そういうような書き方が非常に多いんですが、この最後の解放の最後の文章については非常にかっちりとした文章を書かれています。なので解散について調べたいという方で、このファイナルライブのパンフレットを入手されたら、この最後の解放もぜひ入手されてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、この中であずきななさんがどう言っているかというと、そのまま言うと、そして作品作りにおいて今後また変えていくことができるなら、このような胸の奥底を刺激される唯一無二の声を求めてやまないのだろうと思っています。というふうに書いています。このような胸の奥底を刺激される唯一無二の声、すなわちこれ中村ゆりさんの声のことだろうと思いますね。これやっぱり中村ゆりさんに対してボーカリスト作曲家として非常に最後まで尊敬していたという証であるというふうに思いますね。で、あずきななさんという人はガーネット・クローが始まってから最後までこの姿勢は全然崩れてないですね。やはりその声であるとか作曲、そういったものに対して非常に、中村ゆりさんのそういったものに対して非常に大事に思っていらっしゃる方です。これはこの文章を読むとそれがよくわかります。そしてさっきのライブパンフレットの中にもありましたように、テルミナス制作の頃にやっぱり達成感を感じるようになったというお話がありましたので、ノスタルジアのインタビュー以降にそういうことがということで考えると、やっぱりこの2012年の9月末から10月下旬のところで、中村ゆりさんの心境に変化があって、会社内でこれは解散だということが決まって11月に入っていくという流れだと思われます。で、3番なんですが、これらの資料を読んでもどうしてもわからないのがここなんですね。何らかの解散ライブを急ぐ理由があったというふうに思われます。で、この時期に、解散が決定したとして、それから大きな会場を取ろうと思うと、2012年の9月ぐらいから、非常に大きな会場をね、東京武道館とか大阪城ホールとかそういうところの日程を抑えようと思うと、だいたい1年ぐらい前から必要になってくるそうなんで、この時点でそういうことがあったというふうに考えると、普通2013年の9月末から10月ぐらいであったら、そういう会場をおそらく抑えられてたと思うんですけど、それをやってないんですね。なんでかこれは私には未だに分かりません。非常に少ない公演数で、会場も少ない会場で行っているのが解散ライブです。メンバー個人の理由なのか、アーティスト契約の問題であるのか、それともレコード会社全体のセールス戦略に影響してのものなのか、音楽業界全体によるものなのか、そういったところは全くわからないので、いろんなことが考えられるんですが、何らかの解散ライブを急ぐ理由があったと考えないと、第6回でお話ししたような大混乱の状況ということにはならないんですね。しかもファンクラブ開放なんかは、9月とか1月とかそういった解散ライブ以降も出てるので、何か契約が切れるといったようなこともあったのかないのかちょっとよくわかりません。このあたりはまた今後のね、何か資料が出てき次第わかることなのかなというふうに思うんですが、現時点では、解散理由から分析できるのは以上の3点という形になりました。皆様はどのように思われましたでしょうか。